こんにちは、パワミです。本日はアプリ開発の3回目、データベースの更新・削除について解説します。本日の流れです。はじめにデータベースの削除方法について、リムーブ関数を使った実装方法を実際のパワーアップス画面を見ながら解説します。次にデータベースの更新方法について、パッチ関数とアップデート if 関数を使った実装を解説します。今回はデータベース操作の CRUD 機能のうちアップデートと Delete を実装します。データベースの更新はデータによって表示を変える方法や画面表示時にデータを更新する方法を実際の画面を見ながら解説しますので、ぜひ最後まで見てください。このチャンネルでは Power BI、Power Apps、Power Automate 等パワープラットフォームの使い方を紹介していきます。もしよかったらチャンネル登録もお願いします。はじめに Power Apps でアプリを作る基本の5ステップを振り返ります。全体の流れとしてはアプリ設計、データベース作成、アプリ開発、テスト、修正、発行・共有の順に進みます。今回は3ステップ目のアプリ開発をアプリ設計に沿って行います。データベース操作、CRUD 機能についても振り返ります。ビジネスアプリはデータベースと CRUD と言われるデータベースを操作する機能がメインになります。CRUD とは登録、読み込み、更新、削除のことでデータベースを操作する機能です。今回の動画の中では CRUD のうち U と D、データベースの更新と削除について解説していきます。登録と読み込みについては前回の動画を参考にしてください。データベースの更新は主にサブミットフォーム、パッチ、アップデート、アップデート if 関数等を使います。サブミットフォーム関数やパッチ関数はデータ登録時にも使う関数です。データベースの削除はリムーブ関数やリムーブ if 関数を使います。ギャラリーから選択したレコードを削除するだけならばとても簡単に実装できます。それでは実際に PowerApps の編集画面でデータベースの削除方法を解説していきます。前回はデータベースへの登録、データベースの読み込みを解説しました。前回解説したパッチ関数でショッピングアイテムの登録を実装し、一覧表示してみました。復習になりますが、登録ボタンに On Select Property でショッピングリストへの登録を実装しています。もともとのシェアポイントリストはこんな感じです。ショッピングリストには Date、ショッピングアイテム、ショップ ID、Completed、Delete フラグ列があります。ショップ ID はショップリストのショップネームに一致するレコードのショップ ID を登録します。Completed 列は買い物が終わったアイテムを True にするために用意しています。買い物をしながら買い物かごに入れたアイテムをタップすると Completed 列を True にして取り消し線表示をするイメージです。Delete フラグ列は Completed 列を True にしたアイテムを次に表示したときに一覧から削除するための列です。つまり買い物が済んだアイテムもこのデータベースからは削除せず、Delete フラグ列を True にして一覧に表示しないという実装です。過去に買い物したアイテムは残しておき、後から Power BI の分析等に使ってみるためです。さて、Power Apps の画面に戻ります。ここでユーザーが入力するべき列は日付、アイテム、店 ID の3つになります。Completed と Delete フラグは登録時は False が入ります。注意点としては、ショップ ID を登録する際、ドロップダウンで選択するのは店名で登録するのは店 ID という点です。登録ボタンをクリックするとき、パッチ関数で登録する際、
ショップ ID はルックアップ関数を使って登録します。以前の動画でも解説しましたが、ルックアップ関数はテーブルから条件に一致するレコードを検索し、見つかった最初のレコードを返します。ルックアップ関数の詳しい使い方は、よく使う関数その1を参考にしてください。概要欄にもリンクを貼っておきます。実際に登録をしてみます。登録したアイテムがギャラリーに表示されます。登録されている店 ID から店名を表示するには、やはりルックアップ関数を使い、このように表示することができます。さて、前段が長くなりましたが、ここからがデータベースのレコード削除の実装になります。ギャラリーに表示しているデータから特定のレコードを削除する実装は簡単です。まず、ギャラリーにゴミ箱アイコンを追加します。ギャラリーの一番上の行を選択し、挿入タブからアイコンでゴミ箱を選択します。一番右のデリート列に置いて大きさを調整します。関数式は remove 関数を使い、remove ショッピングリストthis item 閉じ、これだけです。remove 関数の使い方は、1つ目の引数に削除対象のデータソース、2つ目の引数に対象のレコードを指定します。条件を指定してレコードを削除する際は remove if 関数を使うことがありますが、今回は選択したレコードだけを削除するため、remove 関数で this item とレコードを指定するだけです。動作確認をしてみます。ゴミ箱アイコンをクリックすると、選択したレコードが削除されます。基本的なデータベースの削除はこのように簡単に実装できます。それでは次にデータベースの更新方法をパワーアップス画面で解説します。今回実装するデータベースの更新は2つあります。1つ目は買い物が終わったアイテムをチェックすると、コンプリーティッド列をfalse から true に更新することです。2つ目はこのショッピング画面を表示したとき、買い物が済んでいるアイテム、つまりコンプリーティッド列が true のレコードのデリートフラグ列を false から true に変更し、このギャラリーには表示しないようにします。まず1つ目から実装していきます。ギャラリーの一番上の行を選択し、挿入タブからアイコンでチェックバッジアイコンを追加します。チェックアイコンのオンセレクトプロパティでパッチ関数を使ってデータを更新します。関数式はこんな感じで、パッチ関数の1つ目の引数が更新するテーブルであるショッピングリスト、2つ目の引数が対象のレコードでギャラリー名 .selected と記載します。これはギャラリーで選択しているレコードという意味で、1行目のチェックアイコンをクリックしたら1行目のレコードが対象になります。3つ目の引数には更新するデータの値を記載します。今回はコンプリーティッド列が false だった場合は true に、
true だった場合は false に更新したいです。このような場合は not 関数が便利です。not this item completed と書くと、現在このアイテムの completed 列の値の反対の値、すなわち true であれば false、false であれば true の値が入ります。では実際に動作確認をしてみます。チェックアイコンをクリックすると completed 列が true に変わりました。またフォントの色が赤く変わり、取り消し線も表示されましたが、これはまた別のプロパティで実装しています。フォントの色を赤く変えるのはカラープロパティです。if 関数を使い、このアイテムの completed 列が true、つまり買い物が済んでいるアイテムならば赤色、false ならば黒で表示します。取り消し線は strike through プロパティで実装します。これも if 関数を使い、completed 列が true、つまり買い物が済んでいるアイテムであれば取り消し線が true、そうでなければ false にします。こんな感じで買い物が済んでいるアイテムの completed 列を更新することができました。このようにパッチ関数を使うと、サブミットフォーム関数よりも柔軟なデータベース更新が可能になります。サブミットフォーム関数やパッチ関数については以前の動画でも解説しているので参考にしてください。次に2つ目のこの画面を表示したときにcompleted 列が true のアイテムの delete フラグ列を true にするデータベース更新を実装します。これは最初に話したように買い物が済んだアイテムもデータベースからは削除せず、後で分析に使うため残しておき、このギャラリーには表示しないようにするためデリートフラグ列を作りました。さて、この画面を表示したときに実行する関数は onVisibleProperty で設定できます。アプリ画面の外側をクリックし、アクションタブから表示時をクリックすると onVisibleProperty が出てきます。今回は UpdateIf 関数を使い、このような関数式を書きました。UpdateIf 関数は条件を指定してレコードを更新することができます。使い方は1つ目の引数に変更するテーブル、今回はショッピングリストを入れます。2つ目の引数に変更対象のレコードの条件、今回は completed 列が true のレコードを入れます。3つ目の引数に変更内容、今回の場合 delete フラグ列を true にするという式を書きます。2つ以上条件がある場合はカンマを入れて、4つ目の引数に条件、5つ目の引数に変更内容を書きます。例えばcompleted 列が false で、日付が今日以前のデータ、つまり買い物日が過ぎているけれど買い物が済んでいないアイテムの日付を今日に更新したい場合はこのように書きます。これで画面表示時のデータベース更新も実装したので動作確認をしてみます。アプリの起動時や一旦別の画面に移ってから再度ショッピング画面を表示したときに、先ほどの Visible Property の関数式が実行され、Completed 列が True のアイテムの Delete フラグ列が False から True に変わりました。あとはギャラリーの表示をフィルター関数を使い Delete フラグイコール False のアイテムに絞れば、Delete フラグが True になったアイテムは表示されなくなります。このような感じでデータベースの更新ができます。あとはショッピングアイテムやショップ列の更新も実装していきますが、これは変数を使ってエディットモードとビューモードを切り替える実装にしようと思っています。
これには変数を使うため、変数についてはまた次回詳しく解説します。以前の動画でも簡単に変数の解説をしているので、気になる方は先によく使う関数その2の動画も見てみてください。概要欄にもリンクを貼っておきます。本日はパワーアップスでデータベースの更新・削除する方法を解説しました。今回使ったアップデート、アップデート if、パッチ関数の違いですが、アップデート関数は対象のレコード全体を更新します。一方、アップデート if 関数とパッチ関数は対象のレコードの特定の列の値だけを更新し、他の列の値はそのまま保持することができます。次回は変数を使った実装を解説する予定です。本日はありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録もお願いします。